昭和30年代にこういうお茶畑がこう造成というか作られたんですけど、それまでは山茶っていって自生してるお茶をみんな各家が山に入って取ってきて、それを釜でいってですね、でそれを行商の人らに、行商したりとか買い付けに来られる人らに売ってた。でここらは自給自足に近い生活をこの沢谷の人らはしてたので、芋とかきびとか植えて、でこの苗をヤブギタっていう品種なんですけど、全国的にもう6割7割はもうこの品種がもう全国的に作ってる品種なんですけど、それをこう植えて茶畑を産地として作っていこうっていうのにこの地域が一丸となって取り組んだ結果が今のこの茶畑になってるんですけど、今ほんでこの辺り何人か人おるわけ？集落としてはもう高校が始まって、さっき車置いたところまでが沢谷ってとこ。沢谷とですね、緑の橋渡って上がってくるとちょっと集落があっこぐらいですね。なので人数で言うと20人もおらんですね。12、3人ぐらいじゃないですかね。僕らが沢谷茶っていうのはここに地元の工場があるんですけど、そこで加工されるのが沢谷茶っていうので自分がこう名前を付けて販売し始めたんですけど、それまでははい、ここは大体250メートルぐらいなんです、海抜で。500から600ぐらいのところにもう集落があるんですけど、そこが今一番最上流のところですね。ほんでそこにもうちも茶畑があって、はい、それを全部工場に集めて加工したわけですね。はい。今日どこで仕事してるんですか？どうですね、今白い袋見えてますけど、あこの一部分が残ってるんで、あこ積んだら上に上がってですね、場所変えてまたこのように段取りしてます。じゃあ柔らかいね。一番柔らかいです。これは綺麗だね。すごいね。本来は何人もいらんわけですよね。これ手入れは何？手入れはもう2人でやってます。手入れは2人ではい、あんな機械でやるんですけど、刈り飛ばしたりするだけなんで、亮太と僕で2人で。茶摘みの時だけあいつ。そうです。やっぱ4人どうしてもいるんですか？4人。ほんでプラスほんで運搬係がおって、午前中は僕も入っちゃったんで5人で、はい、やってたんですけど。機械で残った分を手で摘んでるんですか？いや、全然機械で取ってないんで、最初から手で取るよ。茎を持つようにしてこう上に引っ張る。はい。あ、そうですね。僕で考えるかっこいいよね。
いや、沢渡かっこいい人ばっかりですよ。かっこいい人ばっかりやね。なんか親子なんですよ。あ、そうなんですよ。いや、兄弟かと思いました。手摘みをして、手摘みをしてね、購買持っていくんやけど、手摘みは機械よりか値段がするがですよ。どこが違うんですよ。どこが違うんですか、手摘みと機械と。あれですよね、歯のできた製品が綺麗ですね。あ、綺麗。はい。どうしても機械詰めるとこの葉っぱだけっていうのもあ、そうかそうか。出てしまうんで、こう全部こう切っていくからね。はい。でそれが製品にしたら粉っぽくなったりとか。なるほど。はい。ということはほんなやっぱりお母さんこれ茎上手やね。早いね。早いね。で、要は葉っぱの途中を握られるわけですね。そうそうでしょ。みたいなこの取らないかんわけですね。こう葉っぱをこう取らんとこの途中を取っていかない。もうちょっと根っこから取ってほしい。数量がそうね。上がるように。その通りです。意外と難しいですよ。これ葉っぱを途中からちぎったらいかんきね、この根っこからでしかもできるだけ下から取らんと怒られるき。大変なんです。キロがかかっちゅうけね。これです。これ綺麗でしょ。やっぱり手摘みは葉っぱが綺麗言いましたっけ。そうですね。葉っぱが全然違う。で1日取ってね15キロやき。そう、一日取って。そんなやっぱり手摘みのお茶の値打ちというのを皆さん知らないかんですよ。でこれですよ。お母さんの技取ってあげてください。すごいよこれ。でも気持ちがいいですね。こんなところで美しいところで仕事ができるというのはね。風のそう思って罪よ。慣れたろ。当たり前に。これはでもよさからやってた人はもうびっくりするね。綺麗なやつね。ほんでこのカゴ。お茶と竹細工がものすごく密接な関係があってね、お茶どころは竹どころなんですよ。で割とお茶の道具には全部こういった竹細工が絡んじゅうので、大体その全国どこ回ってもこうやってお茶やってるところで竹細工が昔からあったんです。ここもいい。これは昔から使うカゴですか。多分そうやと思う。ですよね。この地域で作ったいい味のある仕事のできるカゴですよ。いやこの方もいいですね、このカゴ。茶畑がなくなりかけたんですか。そうですね。このままいたらなくなるっていうところがもう目に見えてたので、でもお茶作るって言ったらでもすぐは作れない。やっぱり知識経験っていうのを積まないかんので、で僕もこうおじいちゃんの後を継ぐって言うてですね、勉強こう 4,5 年一緒にやらせてもらったっていう感じですかね。3回商品化するこれ一番茶は今摘んでるやつなんですけど、でこれ収穫する時にまだこのこんまいくてこの機械に通らない芽とかあるんですけど、それがそれどのあたりですか。ここらとかですかね。こういう芽とか。ほな機械で今やる機械では入らんがですよね。そうです。今機械だとこれぐらいの高さでいくので、でもうこの下にかかってない芽があるので、これが伸びてくるんですけど、これ 1.5 番茶で僕ら呼んでるんですけど、これは水出し緑茶とかそういったお茶になって、この見た目で言うとこういう一番茶はこの小よりのようなお茶なんですけど、その 1.5 番茶をお茶に仕上げるとちょっとこう粉っぽいような、こういう芽のお茶が少ないんですけど、味としたらすっきりなので夏向けに、なるほど、はい、ぴったりのお茶やってる。これだ岸本さんとこは沢渡茶はよね、1番茶と 1.5 番茶と2番茶とこの3つがあるということです。でこの2番茶を紅茶にするということですね。なるほど。だけどこんな柔らかいって知らんかったわ。これですよ。この柔らかさ。この上で寝たくなるような柔らかなね。ふわふわ。深くで長さが短いんですよね。この下の方伸びが。こっちとこっちがこっちは長いわね。長いでしょ。こっち短い。そう冷たい風がこっちに当たるので、ちょっと生育が悪いんですよ。ですけどこっちをここぐらいまで伸ばしておいたら、こっちの方がもう伸びすぎてしまうので、川から冷たい風がこう上がってくる
は影響してる。そうですね。まあ温度が低かったら冷たい風なんですけど、ここお茶畑ってよく扇風機みたいなのがあるでしょ。ここないでしょ。自然の風が吹き抜けるので、昔からここにはそういう扇風機つけないんですよ。あれ風を起こすためにつけてる。そうなんです。遅霜の防止で、気温がある程度下がったらあれを人工的に回してですね、風を作り出して。ようやっちゅう。はい。なので上のチクラはそのファンをつけてるんですけど、この下あたりだけは自然の谷の風が抜けるんで。ほな、それすごい特徴ですね、沢渡りの。ですね。ここの谷の川のこの風で、ファンがいらんという。いらないですね。なので経費とかも抑えれますし、あとはそのやっぱり先人たちの目の付けどころっていうのはすごいなと思って感心しますね、そこは。おばあちゃんらはよう言うんですけど、昔らはこうぬくになり始めたらずっとぬくいまま生きとったのが、まだぬくになったらまた寒くなったりとかっていう、これがあるんで、お茶にとって非常にこう生育にとったらもうマイナスな面がすごい多いなっていう、そればっかりはもう僕らも何ともしようがないので、そうですよね。まあけど僕はお茶畑食うたび思うんやけど、やっぱこれって本当やったら自然のままやったらよ、ものすごい大きくなるじゃない。でそれがこうやって先人が、お父さんが、おじいさんが、でまたそのひじいさんがこうやって育ててきたわけですよね。そうです。窒素に、これが値打ちですよね。そうです。だからこの美しい景観自体がやっぱ先祖からのつながってきたっていうもんじゃない。そうですね。僕も小学生の時からもうこの手伝いには来てたので、おじいちゃんらに積み方を教えてもらったりとか、なので今日は息子来てないですけど、まあ、息子らも今手伝いに小学生の子供が来たりとかしてるんで、まあ、それらがやっぱり代々っていうのを似てるなと思って。皆さんに知ってもらいたいのはね、普通の茶畑ってこんなんですよ。これだけ手入れされて、でこの低さに収穫しやすいようにコンパクトにまとめられちゅうじゃないですか。それがずーっと向こうまで続いちゅう。もうなんとも言えん美しい景色ですよ。けんどですね、この茶畑が3年4年放棄されたらどうなるか。こんなんですよ。こんなんです。で、やっぱりいかにですね、普通のお茶の木が、まあ自然に生えたらこんな木を、お茶の農家さんが努力して、こうやって綺麗に育てちゅうかいうところです。まあ下も落ちてください。こんなんですから、こうやって綺麗に育てちゅうわけですよ。この値打ちをやっぱり知ってもらわないからですね。ほんで、この急勾配ですから。わかりますよね、この急勾配。こういったとこで、ああいう皆さんが働かれる。やっぱりこれってすごいですよ。なので、僕たちもお茶農家始めて、こんなところを再生したりとか、いろんなところでしたんですけど、でもこういうお茶、まあ製品になれるまでのお茶畑にするのに3、4年かかるんですよ。なので、僕らやるんやったらもうこの時点で受け継いで、管理を広げていかんと、この状態になったのを再生してやるよったらもう労力とてもじゃないね。これ3、4年かかるから、その間収入もないわけやしね。ないです。もう管理だけになるので、でもそれでちょっと学んで、どうせやるんやったらもうやめるって言うた年に、そうやね、もらわなね。はい。ただほんで管理を引き継ぐような形にしていかんといかんなっていう。竹もなしや。ああ、そうです。だって生えてどうしようものうなるんでね。ちょっとほっちょったら。これを本当はここは山やったわけじゃない。そうです。ね、荒れちゃったわけ。そこに石垣を継いで、どんだけ努力してるかいう話よね。そうです。で、こうやってやったものが今、まさに廃れようとしてると。で、それをもうあなたはもう、見るに見かねて私はやるということでやるわけや。そうですね。で、このお茶が値打ちがあるわけですよ。で、この景色ですから。だからこの景色もやっぱこのお茶があってこその景色ですよね、やっぱり。そうですね。谷の風が利用できるとか、気候風土に合うたね。なんだやっぱ川がよっぽどこの仁淀川という川のやっぱり恵みがすごいね。そうですね。朝霧とか、はい。であれらがあるおかげでこう気温もあれですかね。調整してもらえるというか。ああ、なるほど。はい。機械ができてくれてよかったですね。そうですね。なので、もうこの次って言ったら鹿児島とか静岡からで人が乗ってからこう収穫する車あります。傾斜までしか使えないので、うちらにはもう絶対使えない。
もうこの背景を知ってもらって、こういうところでとかっていうのを知ってもらって、あとはお茶に対する思いであったりとか、まあそういったのをお客さんに届けて、まあやらんと、ただのお茶っていうものを見て見られてしまうと、高いか安いかになってしまうので、店の名前アスナロっていう名前が、おじいちゃんが20代ぐらいの時にこの地域の若者と作ったアスナロ会っていうのがあってですね、それ何しようとかってさっきおっしゃったみたいに石垣を積んだり、この山の開墾をしたりとかして、でこの茶畑を作っていったんですよ、その冬の仕事がない時に。でそれがここの地元のお茶の電気というか、まあ、そういう柄に買い取って、僕もアスナロっていうお店を作ってですね、現代のアスナロやね。そうまさにおじいさんの志を受け継いでるわけっていうのをちょっとちなんで、はい、いう思いがあって、アスナロ、茶農家の店アスナロっていうなので今その一緒にやりよったメンバーの方が今沢渡茶製作の組合長さんで最年長の80歳の今年になる方なんですけど、もうその方らが若い時にここの今のこの風景を作ったっていうところに本当に僕もこうすごいなっていう尊敬と、あと本でなくしたらいかんなっていう思いとっていうのはやっぱり話するたびに思いますね。そういうのは使命感やな。そうですね、使命感。また商品開発力もすごいもんね。スイーツとかさ、すごいですね。お茶受けにできるような商品っていうところで、そこをコンセプトにいろいろ考えて、あんまり他にないものを作りたいなって思うのがあって、手摘みたら労力を伝えんとわからんわね。そうですね。いっぱいあって見ていただけたら、どれぐらい繊細な仕事というかで製品にしたときに、明らかに違うんですよ。もう綺麗ですね、やっぱり。違う針のようによれてますので、それはどうしても機械済みやと短いのも針になったようなやつお手がそうですね。細いやつが揃った。これ今日1日やったやつ。いやもう霧がついたら持ってきたりとか、大体10時昼3時とかにやってますので、積み手がいっぱいなんで、あれはかどりますね今日。劣化を防ぐために風をここのファンでやって保管していく。夕方ぐらいからこの加工が始まっていくんですけど。すごい機械だよね。ここで持ってきて乾燥させるまで。荒茶っていうものまでここで仕上げて、それをほんで全国全の1割ですね。そこでも整理みたいな値付けがされている。なるほど。手摘みです。これ機械です。僕らは映ったのもこんな感じですよ。綺麗ですね。なのでちょっとこれが技術なんですよ。枝とかが入らないように今の新芽だけを摘み取るっていうのが技術があって。機械でほら切りなんかもっと小さくなりそうだけど。そうですね。ですけどこういう細いやつがあったり、こういう長いやつがあったり、で手摘みがやっぱりこういうのがあまり自分ではつまんので、こういうのばっかりになっていくので形が揃っていくんですよ。なんですけど、これが蒸し器。この香りがすごいいいんですよ。いい香りです。いい香りですね。もうここに蒸して。そうですね。すごいね、工場。そうなんです。ここが一番始まりで、そっちの方に右の方に出します。こんなになんかもうキャベツが柔らかいですね。そうなんですね。これに入る。これ何ですか？これはナオチキっていうんですけど、
としたら、このアラ茶が、例えば5%に、100%の水分を持ってるのを5%に持っていくために、いろんな機械を経て、その水分を飛ばしていくんですよ。で、最終5%に持っていくために、その時のお茶の硬さであったりとか、長さであったりとか、なので、工場の技術が、で、その5%にしっかり持っていくっていうのが、長年の経験で、調整していくんですけど、すごいね、はい。しかしこれすごいな、この設備は。これほんでみんな共同でやっていく。いや、こんなにおかかると思わなかったし、これすごいね。何トンぐらい処理できる？大体1日7トン、生葉のあれで7トン。で、今日ちなみに 1.5 トン入ってるんで、7トン。まだ4分の1ぐらい、されて。これがまだどんどん水分がなくなっていくので。いや、なんともいい香りだね。いいでしょ。さっきのね、ちょっと湿ったやつがここ来て、はい。手もみのような状態になって、はい。でそれを乾燥させて終わり。はい。乾燥させにもまだ1つ、2つ、3つ。で、あれが乾燥機なんですけど、なので、その日の積んだやつが新たにするまで終わるんで、例えばいっぱい入ってた朝までやったりとかする時もあるんですよ。その日の入る量によって。その期間は結構夜通しあるみたいな。そうですね。昔はもう夜通しがもう定番というか。来た。おお、来た。での晩に。調節できるわけ。そうなんです。これで指示を出してて、なるほど。で時間が来たらあれがこう前後していって、この負荷を調節していく。なるほど。新手の状態でお茶屋さん、茶商さんらが買って、でそれをいろんなところが仕入れて、自分の味をこうブレンドしていくんです。でそこで茶師さんの腕の見せ所で。僕らはその原料までを作るっていうのが仕事をやったんですけど、それが今製品まで仕上げて販売するっていうところにまたちょっと新しくは今なってますけど、アラ茶まではほな一緒で、そこからなんかそれぞれの商品にしていくあれですかね。このがに関したらもう沢渡り茶だけです。沢渡り茶、すごい。すごい大規模な工場や。藤井さんの時代はみんな100%生活もできんかったですけどね、主人になったら営職があったら出て行ったりした人もあったんですけど、主人はもう絶対100%やったんです。いや、この辺りはお茶を作る前はほんなもうほとんど自給自足？そうです。こう三つ股構造、収入としたら、現金収入が、もうやるとみたいですね。それが嫌でたまらんかったって言って夜中までなんで夜中に起きて剥がれいかんですよ、皮。なんで夜中に起きてるの？そうせんと一日に何本もできんですけどね、夜中から夕方の5時頃までそれをやる。これけんのこれだけ美しい茶畑でやるっていうのはなかなか知らんがじゃないかね。これすごいね、ここ。そうですね。ほんでアスナロのお店でもメニュー表の最後にここの絶景ポイントっていうのを書いてるんですよ。でお客さんもそれ見てね、時間ある人らがねこっち来てね見たりとか。そうするためにはこの店を作りたかったんですよね。なるほど。はい。